9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウィスキーラジオドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。テネシーウイスキーの象徴ジャック・ダニエルを擁するアメリカの大手酒類企業ブラウンフォーマーをめぐって現在買収統合の動きが加速しています。まず注目されているのがフランスの大手酒類企業ペルノ・リカールとの統合協議です。両社はすでにいわゆる対等合併の可能性について話し合いを進めていることを認めており、実現すれば世界トップクラスの酒類グループが誕生する可能性があります。さらにここにアメリカのスピリッツ企業サゼラックも参入。およそ150億ドル規模とも言われる買収提案を行い、いわば争奪戦の様相を呈しています。背景にあるのは世界的なウイスキー市場の変化です。コロナ禍で拡大した需要の反動や消費の鈍化、競争激化、こうした環境の中で企業は規模とブランド力をさらに強化する必要に迫られています。その中でジャック・ダニエルという圧倒的ブランドを持つブラウン・フォーマンの価値が改めて浮き彫りになっています。ただしこの動きには大きなハードルもあります。ブラウン・フォーマンは創業権による強い支配体制を持ち、簡単に売却される企業ではありません。伝統と資本、どちらが優先されるかという業界全体の方向性を占う試金石とも言えそうです。この先、どの企業がこの巨大ブランドを手にするのか、あるいは独立を維持するのか、ウイスキー業界の勢力図を大きく変える可能性を秘めたこの動き、引き続き注目していきたいところです。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランドの蒸留所ロッホ・ローモンドがゴルフの全英オープンに合わせて2026年限定のシングルモルトを2種類リリースしました。2026年の全英オープンはイングランドの名門コースロイヤルバークデールで開催予定。この大会を記念して登場したのがノンエイジのオープンスペシャルエディション2026と19年熟成のオープンコースコレクション2026です。ロッホ・ローモンドは2018年からこの大会の公式スピリッツを務めており、毎年こうした限定ボトルをリリースしています。まずオープンスペシャルエディション2026はロッホ・ローモンド特有のストレートネックポットスチル原酒をベースにアメリカンオークで熟成した後、アルゼンチン産マルベックワインダルでフィニッシュされています。この構成によって生まれるのがダークベリーの豊かな果実味、柑橘の明るさ、蜂蜜のような甘さ、ほのかなスモークといった非常にバランスのいい味わいです。アルコール度数は 46%、ノンチルフィルター使用。比較的親しみやすく広い層に向けたフェスティバルボトルという位置づけになっています。そして19年熟成のオープンコースコレクション2026は長期熟成原酒を使用したより複雑で深みのあるスタイルが特徴です。今回の2026年版はポート系や赤ワイン系カスクフィニッシュが用いられ、濃厚な果実味とスパイス、そして熟成由来の奥行きが際立つ仕上がりになっています。このシリーズは毎年開催コースをテーマに設計されており、まさにコースの個性をウイスキーで表現するというコンセプト。よりコアなファンやコレクター向けの一本と言えるでしょう。ロッホ・ローモンドウイスキーと全英オープンはどちらも歴史、職人技、そして情熱に深く根ざしており、2018年以来この時代を超えたパートナーシップを祝して特別なウイスキーをリリースしています。これらのリリースは大会の本質を捉え、マスターブレンダーのマイケル・ヘンリーが全英オープンの精神にふさわしい表現を生み出しています。今年リリースされたウイスキーは単なる限定ボトルではなく、
スポーツとウイスキー文化の融合を象徴する存在です。2026年大会とともに、このウイスキーがどのように記憶されていくのか、その価値にも注目していきたいところです。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は御嶽蒸留所から日置です。御嶽とは桜島の別称で、広大な丘陵地に立つ蒸留所からは錦江湾を挟んで東に桜島を望むことができます。蒸留開始は2019年。水は毎分1000リッター以上湧き上がる天然軟水。丘陵の豊かな森によって長い年月をかけてろ過され磨かれたウイスキー作りに最適な水を使用しています。酵母は西酒造が保持する酵母から選抜したものを使用。そして選び抜いた二条大麦。御嶽蒸留所の蒸留釜は初流も細流も両方ともラインアームの角度を上向きに設計。そうすることで重たい香味成分は落ち、スチル上部までたどり着いたフルーティーで深い香味成分だけを取り出すことができます。芳醇なフルーツの香り、バランスの取れた香味、喉を滑るようなクリアな飲み口。これが御嶽蒸留所が目指すウイスキーの味わいです。日置は西酒造の原点である鹿児島県日置市の名を冠したジャパニーズブレンデッドウイスキーです。御嶽蒸留所で蒸留されたモルト原酒を核に、本社日置蔵で熟成されたグレーン原酒を重ね合わせることで、鹿児島の地に根ざしたウイスキー作りを表現しています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいアンバーですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはナッツや麦の香ばしい香り。ミドルノートはリンゴ飴のようなニュアンス。ラストノートはバニラポットの風味が広がります。では味わってみたいと思います。口当たりはジューシーで、ボディはライトからミディアム。モルトとグレーンの香ばしさが広がります。続いて渋みと甘みの調和したドライフルーツ。穀物の落ち着いた風味が心地よく感じられます。フィニッシュはペッパーのキック。穀物の香ばしい風味に柔らかい麦芽のほのかな甘みが余韻に長く続きます。ブレンデッドというとグレーンの甘みが加わり、人によっては好みが分かれるところではありますが、この日置はとにかく香ばしさにほんのりとした甘みのバランスが素晴らしく、非常にユニークなキャラクターに仕上がっています。この内容であればソーダで割って食中酒として楽しんでみてもいいかもしれません。甘みが苦手な方にはおすすめしたいウイスキーでした。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはアードナムルッカン蒸留所から
定番商品としては初の熟成年数表記となったアードナムルッカンシングルモルト10年をご紹介したいと思います。このラジオを気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。